皆様、本日はですね、大好評いただいている巻いて焼くだけシリーズ新作作っていきたいと思います。こちらね、豚バラと、こちらですね、アボカドと、はい、あとはチーズを使ったアボカドのやみつき豚チーズ巻き作っていきます。今回もとっても簡単です。作っていきます。はい、ではまず下ごしらえ。ではまずアボカドから。アボカドはなんて言うんだろうな、ちょっと固めのやつの方が作りやすいかなっていう、巻きやすいかなっていう。だからあんまりなんか売れてるとかそういうのを気にしなくて大丈夫です。はい、こんな感じで外側だけ切ったらこうやってやると、はい、こんな感じで抜けるんで、真ん中のこの種だけ、はい、こんな感じで。でアボカド半分に割れたら、まあ4等分か3等分ぐらい、少し大きめの方がいいと思います。僕は今回4等分にします。はい、もうこの状態で皮むいた方がいいかな。半分のままでね、皮むくとね、切れすぎちゃってあんまりなんか剥きづらいんで、少し半月状態にしてから剥いてる方がいいと思います。ではこんな感じで片面を4等分だって8等分ですね、8等分にして全部で2つやったんで16個出来上がったら、続いて豚肉やっていこうと思うんですけども、今回使う豚肉がこちらですね。薄いんだけど細めの長い1枚なんですよね。どうしようかな。1枚このまま使っちゃおうかな。ちょっと長いかな。ちょっと半分にします。これはね、お使いの豚バラによって違うんですけど、ちょっと普通のね、多分ね、スーパーで売ってるのはもうちょっとね、幅があってこれぐらいの長さだと思うんで、はい、そういう場合はもうこれ1枚で使っちゃってもいいと思います。今回はね、大容量のやつでちょっと細長いやつ買っちゃったんで半分に切ってるんですけど、そんな感じで半分に切って、全部で16枚用意したんですけど、今回のやつが379だったんで、だいたい200ぐらいかな。 200g ぐらいで、今回豚バラ使ってるんですけど、もっとあっさり食べたい方は豚ロースでも全然いいと思いますが、僕的にはやっぱ豚バラの方がご飯にあってとってもいいと思います。とろけるスライスチーズは8枚ですね。これを半分にカットします。はい、全部剥き終わったら半分にカットして、これも16枚分ですね。はい、用意できました。はい、これでもう包丁を使う作業は以上です。では早速巻いていく作業に入っていこうと思うんですけども、これはね、いつも通り簡単ですね。豚肉の上にチーズをのせて、その上にアボカドをのせて、巻いていきます。はい、こんな感じで巻き終わりを下にして、で半月型になってるから端っこから巻いていくっていうよりは真ん中の方から巻かないと巻きづらいです。なんでもうほとんど真ん中ぐらいから巻いちゃっていいです。でできるだけギュッとしてあげて、でいつも通り巻き終わりを下にしといてあげてください。豚肉の上にチーズをのせて、その上にアボカドをのせて巻いていくだけです。はい、で巻き終わりをした。で今回一応つなぎ使ってないんですけど、心配だなっていう方は少し小麦粉をね振ってあげてもいいと思います。お肉にチーズを使わないって方は振っといた方がいいと思います。剥がれちゃうんで。ではこんな感じで綺麗に巻き上がったら早速焼いていきたいと思います。では早速焼いていこうと思うんですけども、火をつけて強めの中火ぐらいですね。強めの中火ぐらいで、今回はね、お肉に火が通れば中がねそんなにね火通ってなくても、あとチーズが溶ければ十分なんで、蓋を閉めたりするとかそういう作業はいらないです。豚バラなんで油が結構出るんで、ほんの少しオリーブオイルも入れたくない方は別にもうそのまま焼いていただいても、豚バラだったらいっぱい油が出るんで大丈夫です。
巻き終わりを下にして、ちょっとねこうやって伸ばしながら巻き終わりを下にして焼いていきます。巻き終わりを下、もうこれはね絶対ですね、じゃないと剥がれちゃうんで。で全部並べ終わったら軽く塩コショウだけしといてください。焼く直前に塩コショウするか、もう焼き始めてから塩コショウで大丈夫です。最初からね塩コショウしちゃうとうまみがねどんどん出ちゃうんで、焼く直前に塩コショウはしてあげてください。では横で焼いているうちに今のうちソース作っていきたいと思います。今回はねハニーマスタードソースを作っていこうと思うんですけども、小さいお子さんがいたりする場合は醤油、みりん、砂糖大さじ2ずつでも美味しいと思います。ただ結構ね僕たち味付けにねこだわってる料理が多いんで、できればねこちらのソース試してみてください。ということでまずは大さじ2のマスタード、こちら使ってるこのマスタード使ってるんですけども、このつぶつぶのマスタード、こちらねさらにちょっと辛みと酸味があって、大人の方だったらこっちの方がお好みだったりすると思うんで、ただお子さんがいる場合はこっちのマスタードの方がチーズハットドッグとかでよく使ったりするんですけど合うと思います。はい、でこちらに蜂蜜、こちらも大さじ2、こちらもねやっぱ小さいお子さんがいる場合はこちらを、砂糖とかに変えてあげてもいいと思います。でさらに糖質制限されている方はラカントとかでもいいです。さらに糖質を抑えたい方は。でこちら、醤油ですね。醤油を大さじ1、最後にこちらですね、にんにく、これを小さじ1ぐらいかな。はい、はい、足してあげたらこれかき混ぜてソース作っといてください。最高で、味見してみて足らなかったら辛み足してあげたり、醤油足してあげたり、砂糖足した蜂蜜か足してあげたりしてください。ではソースは完成なんで、こちらのねやつを焼き具合を見ていきます。たまに隣同士のチーズがひっついちゃいそうだなっていう時はこうやってちょっと回して離しといてあげてください。もう一回ね巻き終わりのところがねくっつけばねそう簡単に剥がれづらくなるんで、いい感じに焼けちゃってるなっていうのだけは最初にお皿に開けといてください。もう最高これとか。はい、でどんどん取り出していきます。焼き上がったのからどんどん取り出しといっちゃってください。チーズがねひっつきすぎてやりづらい方はもう少し量少なくして焼いていただいても大丈夫です。そうしたら、こちらにね肉のうまみもあるんで、このまま全部使ったら油っぽいんであれなんですけど、少しだけ取ってあげてこのままフライパン使います。はい、これぐらいかな。これぐらい油残ってれば十分かな。そうしたら先ほどのこちらですね、はい、ハニーマスタードソース、こちらを弱火で軽く熱してあげて、先ほど焼けた豚巻きたちをソースに絡めてあげます。こんな感じでいい感じに絡まったら、こちらでアボカドのやみつき豚チーズ巻き出来上がり。はい、では早速実食していきたいと思います。ちなみになんですけども、今回の分量のタレ作った余計にもう同じぐらいの分量で後付けでつけられるようにソース作っといてもいいと思います。あと忘れてた、最後になんだっけ、ブラックペッパーも上からかけてあげてください。
では、はい早速実食していきたいと思います。いただきます。これはうまそう本当にビジュアル面強い乾杯。乾杯。ジュースめっちゃもうね、本当はビールが良かったんだけどなかったんだよね。じゃあこうちゃんから。ちょっとさ、うん俺これすごいカリカリしてそうなやつ食べてすごいなこれ。何もつけずに食べてる、何もつけなくても。じゃあいただきます。うまっうまい。どめっちゃうまい。うまい。ちょっとじゃあいただきます。いや、ご飯と一緒に食べるときはあれなんだけど、おつまみの場合はこのままでも。ただご飯とね、ちょっと食べてほしいから。サクサクなんだけどさ、中はホクッとしてるわ。これはうまいわ。うわ、うまっ。ちょっと自信がある。これはめっちゃうまい。本当にめっちゃ美味しいね。しかもなんかおつまみだけどさ、ちょっとやっぱアボカドが入ってくるからおしゃれな感じのおつまみだよね。そうだよね。うまいわ。このソース正解だわ。で、本当に動画でも言った通り、小さい子が食べる場合だったりとか、ご飯と一緒に食べる場合はなんか砂糖醤油みりんの1対1対1の割合でタレ作っていただければ、照り焼きソースっぽくなって、それでも十分美味しいんで。ただできればこのソースを、美味しいね。めっちゃうまいから。マスタードって別にからしみたいな辛さじゃないから、そう全然ちっちゃいくらいも食べれるし、もはやちょっと甘いからさ、ハニーマスタードね、もはや好きだと思うよ。これくらいの硬さのアボカドがいい。でもこれ固めのやつをやって無理だよね。これは本当に熟すとかを気にしなくていい料理だから、そこもね個人的にはすごくいいかなって思って。絶対さ、ちょっと固めのやつでもさ、火通したら少し柔らかくなるじゃん。ちょうどよくなると思う。めっちゃ美味しい。やっぱり別添えでソース作ってよかったね。いっぱいソース使いたいこうちゃんみたいなタイプの方は絶対いっぱいソース作っといてあげた方が喜んでもらえると思う。いっぱいつけてくれてるもん。めっちゃ美味しいこのソース。ダイエットしてる方だったら糖質制限にもなってるから、普通に僕たちはもうご飯絶対ないとダメな人たちなんで食べるけど、十分食べ応えあるよね。ほんとこれだけでしっかり。このソース最強だわね。うまっ。うまい。嬉しいですね。うまい。本当に美味しかった。ということで、本日はですね、本日もね、多分久々の動画になると思うんですけども、マイケ焼くだけシリーズの新作ということで、アボカドのやみつき豚チーズ巻きを作らせていただいたんですけども、どうでした？めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。やっぱりこのね、チーズとね、この豚バラのカリカリ感、ちょっとやっぱ油が出てくるんで、揚げ焼き状態になってる時のそのカリカリ感と、その中のアボカドのちょっとホクッとした感じの食感とのこの、食感のね、組み合わせがすごく美味しいなっていうのと、それに負けないぐらいね、パンチのあるこのハニーマスタードソースがすごくね、相性いいんじゃないかなという感じがします。本当におつまみにはもちろんなんですけども、ご飯にもね、めちゃくちゃ合うおかずにもなるんで、ぜひ皆さん作っていただきたいなと思います。ご飯とめっちゃ、本当にめっちゃ合う。あとさ、カリカリなんだけど、ちょっとサクッともしてんだよ。そうだね。その食感が最高でした。はい。美味しかった。嬉しいですね。こんだけ美味しく食べていただけると。ということで、本日は以上になります。ぜひ皆さん作ってみてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。